こんにちは、オートウエストエンドです。さあ、今回はずっとやりたかったこちら BMW X5 のコントロールアームの交換をしていきたいと思います。激しくハンマーで叩いておりますが、このパーツの取り外し方、そして取り付け方を解説していきます。辺りはまだ朝焼けの感じがあります。月も出ている感じですね。早起きして頑張りました。ではクォーターパネルの方をね、押して揺らしてみます。以前この異音がするという動画を上げました。覚えていらっしゃる方もいるかと思いますが、その時にしていたキュッキュという音がもうこのパーツをオーダーして届くまでの 3,4 週間くらいの間にどっかに行ってしまいまして、そしてまたちょっと違った音、コツコツという音だったり、結構大きめの段差で初めてキュッキュという音がするという感じになっています。映像の方は車載ジャッキ、そして輪止めをしております。このフロアジャッキとジャックスタンドで上げようとしたんですが、このジャッキポイントの形状のアダプターを購入しましたが、結局ジャックスタンドとの相性が悪くて一旦保留にしています。はい、そしてホイールを外していきます。欧州車、そしてこの BMW ですね。このラグナットがボルトごと取れるタイプなので、このホイールを外した時にドンと落ちてきてしまいます。ですので先ほど持っていた細長いボルトのような工具、それを一旦支えにして、そして落下防止をすると。そしてまたつける時にもこれを目印にして穴と穴を合わせられるので大変便利です。今回は結構下に潜るのでタイヤも一応ボディのね横に差し込んでおきました。こちらはプラスドライバーでマットガードですね、スプラッシュガードのカバーを外していきます。これは本当に 2,3 回回せば取れるような構造になっているボルトなのですぐに外すことができます。結構数は多いですけどね。はい、外れました。そして前方下ちょうどマットガードの真ん中あたりにジャッキポイントがあります。そこに一応ジャックスタンドをね、念には念をということで、はい、設置しておきます。少し力がかかるような感じにしておきます。はい、そして今回交換するのはこのコントロールアーム、ロアアーム、スラストアームと言ったりもしますが、このパーツです。これが異音の原因であってくれればいいんですけどもね。はい、そして今叩いていましたこの部分がそのアームを外す際にボルトを回すときに干渉してしまうので、ここをなんとか外す、避ける必要があります。8mm の六角ソケットでこの周りの樹脂系のパーツを外していきます。ここはボルトが3つ、エアロのような感じの小さいパーツですね。そしてそれを外すと、さらにその下にあるこのパーツ、ボルトを2箇所外しました。この下準備といいますか、そのボルトにアクセスするための
ステップがね今回はある、そんな作業内容です。そしてこの上のリベットも2つありましたので外しておきました。で今指さしている2箇所ですね、そこのボルトも外して、そうするとこの隙間にこんな感じでアクセスすることができるようになります。そして先ほどのボルトの反対側ですね、そこにナットがありますので、それにアクセスするためにこちら側のカバーも外します。これは今2箇所外していますが、ここを2つ外せばそのままだらんとこのカバーが下に下がってくれるので、もうそれでアクセス可能になります。これもはいこんな感じですね。ナットが隠れていました。これも全部 8mm のソケットで外しています。はい、それでは実際にコントロールアームのボルトを外していきます。18mm を使います。で右手にモンキーレンチをかけて、18mm のレンチがあればいいんですが、僕手元にありませんでしたので、モンキーレンチで押さえながらこの左手で外すと。で最初短めのラチェットハンドルでやっていたんですが、やっぱり力が入らなくて、今度スピンナーハンドル、ブレーカーバーを使って外そうというところなんですが、やっぱりこの車体自体をリフトアップしていないので、このハンドルが下の地面に当たってしまうんですよね。なので結局このカバーを外しましたが、あんまり動かせる範囲を稼ぐことができず、結構これ苦労しました。20分25分ぐらいいろいろね、この奥の方から、そしてこのカメラの手前側からとかいろいろやりました。そしてなんとかブレーカーバー、スピンナーハンドルで2周ぐらい緩めまして、で今短めのラチェットハンドルで外しています。ここがね予想外に大変でしたね。はい、ということでこのボルト自体は結構長いもので、でこちらがナットですね。反対側のモンキーで押さえていた方です。そしてこのボルトなんですが、コントロールアーム自体にはネジ山が切っていないはずなので、新しいパーツを見てみると、なのでそのままそのナットが外れればずっと出てくるはずなんですが、やっぱりコントロールアームに力がかかっていまして、でボルトをこういう風にね回さないと取れないんですよね。でこれを取るのにも結構苦労しましたが、なんとかまずは片方外れたという感じです。もうこうやって奥を見てみますと、ネジ山の跡がついているような感じになっていました。この部分にあったボルトが取れ、そして今度はこちらですね。ここをボールジョイントをどう外すかと。そして今回購入した 27mm の12ポイント12角のソケットです。6角でも外せるという感じで他の YouTube で上げてらっしゃる方いらっしゃったんですが、この機会にということで700円ぐらいでした、 Amazon で。なのでこの 27mm の12角のものを購入して使っています。こちらは予想外にスピンナーハンドルを使ってすぐ緩み、そしてラチェットハンドルに持ち替えてで外しています。ただこのボールジョイントがもうはまっている状態なんですよね。なのでここの部分をハンマーで叩くと。で結構ねハンマーで叩いて取ってらっしゃる方いるんですがね、その人たちどれもがこの車をやっぱ
リフトアップして、でもう下から思いっきり叩いているんですが、僕このスペースがね、助走をつける範囲がないので、力がなかなか入らず、このボールジョイント上に出てきてくれません。これ参ったなと思いながら、ね、このナットを外してみたりしていますが、でもうこの部分、もうこのパーツは使わないので、ネジ山ね、ちょっと傷んじゃいますが、そしてこのローターのこのカバー、ガードもちょっとね、変形させながらもう結構カオスな感じでやっていますが、この金属のハンマーに持ち替えて、先ほどはラバーを使っていましたが、で、こう下から叩くと。そうしましたら、トータル10発ぐらいで外すことができました。はい。間違えて叩いてしまったところを直しております。そしてこれは結構知恵の輪のような感じでぐるぐる位置を変えつつ外すことができました。はい。ということで、こちらが取り外したコントロールアーム。このボールジョイントの部分、結構もう簡単に動くぐにゃぐにゃ状態。なので、このカツカツ音しますよね。これがその異音の原因だったのかなとか思いながら、やっております。で、こちら側は、手で動くような感じではありませんが、若干動くかな。少し、劣化はしていると。感じです。思いっきりひび割れたり、ガタガタ、グラグラいっている状態ではありませんでした。このブッシュだけを交換することも可能です。僕は工具がないので、もうこのコントロールアーム自体を交換することにしました。はい、こちらが新品です。そしてこちらがボールジョイント側ですね。この輸送用の保護カバーを外して、こちらも手で動かそうと思えば動かせる、そんな強度です。そしてただこの動かした後、真ん中の位置に戻ってこないのがこの新品のパーツの状態で、今外したコントロールアームのボールジョイントは傾けて手を離すと、その真ん中のボルトがちょうど真ん中に戻ってくる、起き上がりこぼしみたいな、そんな感じの状態でした。それではこのワッシャーのようなこの先っぽがちょっとね、飛び出ている方を手前にして取り付けていきます。いや、この工具買って一発目に使うのワクワクしますよね。そして反対側もこのボルトを通していくんですが、この穴を合わせるのが割と難しいです。このいい位置であっても手を離すとね、落ちてきたりするのでちょっと苦労しました。このローターサスペンションあたりを押したり引いたりしながら穴を合わせた感じです。そして抜くときは結構苦労したんですが、入れるときは割とこのずっと奥までこんな感じでラバーのハンマーで優しく叩いて押し込めばいい感じで入ってくれました。そしてまたソケットで回していきまして、そして回し切るまでちょっと手前で止めて、もうボルトを先につけておきます。ナットですね。でこれをもうコントロールアーム側ぴったりまでくっつけて、そこでもうモンキーを固定してしまって、でこちら側のボルトで締めていくと。
はい、そしてトルク締めをしていきます。こちらは75フットパウンド。はい。そしてこちら側が120フットパウンドです。タイヤが105フットパウンドなので、タイヤを締める、そのラグナットを締め付けるよりも強い力なので、これがね、結構答えました。なかなかカチッと言ってくれない。もうね、全身の力をかけまして、はい、トルク締めができました。ということで、ここまで来たら一安心と、いうところですね。この手前の樹脂のカバーはやはり邪魔だったので、手前にグッと上げてシャフトにかけておくような感じにしていました。はい、一つだけいい黒光りをしているコントロールアームです。そしてこの隣の樹脂パーツ、ここの部分ですね。ここをスピンナーハンドルをぶつけて割ってしまいました。この空洞はバンパーからタイヤホイールハウスにね送り込む、なんかミッションインポッシブルのそんな通気口のような感じを出しておりますが、ここの底を割ってしまった。もうこのボルトを外すのに苦戦しすぎて、ここに力をかかっているのが見えてませんでしたね。次への反省として、はい、そして外した樹脂系のカバーたちを戻していきます。先ほどの割れたところは一旦万能養生テープで一旦これ止めておくことにしました。また対処方法を考えます。はい、こんな感じですね。そして外したリベットをまた付け直します。ここもね、結構硬かったので軽くラバーのハンマーで叩いて、はい、こんな感じで戻しておきました。このパーツ自体全体的に外した方がいいのかもしれませんね。でも結構それも大変ではあるんですが、外した部分を戻しております。ちなみに今つけているところ、ここも作業の途中で外しました。できるだけ外すところをね少なめにしてやりたいんですけども、なので一つずつ様子を見ながらという感じですね。はい、ここまで来ればあとは泥よけのカバーとホイールをつけるだけと、もう内心安心しております。そしてセットで買いましたアームがこの右横についています。今回の交換でイオンがなくなればそのアームに期待をかけるという感じですね。はい、それではもう一つのアームちょっと見ていきましょう。こちらですね。この今変えたアームの奥にある、このずっと奥まで、左奥まで行っているこのパーツ、これは全部で3箇所止まっていますので、ちょっと作業量増えるかもしれませんが、それも近々交換していきたいと思います。そしてもうね、早くテストドライブしてイオンがするかしないか確かめたいと、焦る気持ちを抑えながらこの泥よけを戻し、そしてタイヤも戻していきます。このジャッキから下ろす前に
手締めでナットは締めておきまして、そしてジャッキから外しましたらトルクレンチで105フットパウンド140ニュートンメートルですねでトルク締めをしていきます。はい、それではちょっと揺らしてみましょう。もともと交換前も音しませんでしたが、はい、交換後も特に音はしないと。これは走るまで分かりませんね。そして購入した左右2本ずつのセットを並べてみました。左が今回交換したもの、そして右側3本が今後交換していくアーム類です。それではテストドライブをして実際に異音が消えたのかどうか確かめていきたいと思います。さあ実際走ってどうなのかどうか、お聞きください。今聞こえましたでしょうか。まだ音しますね。このコンという突き上げるような音、やはり段差、結構大きめの段差を通ると音がしますね。はい、今もしたと思います。キュッキュという音はなくなったんでしょうか。もう少し走ってみたいと思います。やっぱこのコンコンという音がしますね。はい、今キュッキュという音が聞こえたかと思います。下り坂に差し掛かるタイミングでその音が聞こえることが多い気がします。一応このボールジョイントがもうぐにゃぐにゃだったので交換をしたことには意味があったと思いますが、異音の根本の解決にはなっていないかなと、そんな感じです。ちょっと木々も色づき始めてきたので寒くなる前にやっていかないとなというところです。はい、ということで今回の動画参考になったという方はいいねボタン、登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。